こんにちはなのだ。こんにちは。今回もファミコンの構造の続きを説明してくのだ。前回の続きから CPU の説明でアドレッシングモードを説明するのだ。お願いします。アドレッシングモードとは、命令の中の値が実際のデータなのかメモリの場所なのか、その場所をどう求めるのかを決める仕組みのことなのだ。例えば C# で書いた値を読み込む命令で、③の命令は C000 に X を加算し、その結果で配列を参照し、参照結果を A に代入という複数段階の命令で内部的に処理される。この程度でも遅くてロムも小さな CPU にとっては膨大な処理であり、耐え難いものがあるのだ。そこで利用頻度の高いデータ参照は一つの命令で処理できるようにしたのだ。それがこれ。LDA は値を A レジスタに格納する命令なのだが、値の種類により内部的には違う命令として実装しており、この値の指定方法をアドレッシングモードと呼ぶのだ。 C 言語の配列ポインタに考え方は近いですわね。アドレッシングモードにはここに挙げた13ものモードがあるのだ。全部覚えないとダメなんですか？全部覚えないとダメなのだ。昔の CPU は1命令でたくさんのことができる複雑だが高機能な命令セットとする設計思想のものが多い。アドレッシングモードの多さなどはこの影響なのだ。このような設計思想の CPU をシスクと呼び、代表的なものには現在パソコンで主流のインテルのコアシリーズなどの X86 系や Z80、650などがある。対して近年の CPU は一つ一つの命令を単純化し、簡単なことしかできないが超高速な命令セットとする設計思想のものが多い。代表的なものには現在スマホで主流の ARM やメガドライブの MC68000、セガサターンの SH シリーズなどがあるのだ。思想が違うんですわね。そうなのだ。シスクの方が古い時代からある考え方で、当時はメモリが高価であったため使用するメモリを節約したいと考え、命令を高機能化し少ないメモリで処理できるようにと考えたのだが、当時はコンパイラのレベルが低くて高機能な命令を使いこなせなかったのだ。残念ですわ。それからしばらくして出てきたのがリスクなのだが、その頃にはメモリは安くなり、 CPU も高度なパイプラインやスケジューリングが進化し、コンパイラも賢くなってきたので、シスクの考え方が古いと疑問を持つ研究者が出てきたのだ。それで企業はどうしたのですか？企業はスルーしたのだ。スルーですか？これまでのソフトウェアの試算があり、シェアもあるので、これまでの CPU を捨てるという選択はできなかったのだ。まあそうでしょうね。そこで研究者主導でリスクが作られたのだ。そのため企業 VS 研究者とも言われたのだ。しかし今では X86 も CPU 内部ではリスク風に変換して処理をしているので、今では無意味な論争なのだ。シスクとリスクが融合してしまったのですね。では各アドレッシングモードを説明していくのだ。まずはアキュムレータ。取得する値は A レジスタで、A レジスタ内のデータを操作し、結果をまた A レジスタに入れ戻す場合に使用するシフト命令とローテート命令でのみ使用されるのだ。アキュムレータの語源はアキュムレートで蓄えるという意味で、計算途中の値を何度も蓄えて使う専用レジスタという意味が込められている。全部の計算はこの一つのレジスタを中心に行われていたのですね。次はインプライド。追加の値が不要な命令なのだ。つまり命令自身が何を対象にするか決まっていて、追加の値が不要ない命令を示すのだ。値が不要な場合も一つのモードとして名前を付けて識別しているのだ。名前がないと説明しづらいですものね。次はイミディエイト。命令の次にある1バイトの即値として使うアドレスではなく値そのものなのだ。次はアブソリュート。命令の次にある2バイトをアドレスとして使う2バイトの値はリトルエンディアンで格納されている。リトルエンディアンとは何ですの？アドレスだけは16ビット2バイトで扱う。この時アドレスをメモリに保存する場合は2バイトを前後略順番に格納するのだ。2バイト以上のサイズを持つ1つの数値をメモリに格納する時のルールをエンディアンと呼び、正
前後略に並べることをリトルエンディアンと呼ぶ。対して MC68000 のように並び順通りに並べるやつをビッグエンディアンと呼ぶのだ。リトルエンディアンでの書き方は読みづらいですわね。これも CPU が扱いやすいからなのだ。算数で 123+789 を計算する場合、桁上がりを考慮して多くの人は1の桁から上の桁の方向に計算していく。 CPU も同じなので、ならばデータの並びを下の桁から書いた方が楽だろうという CPU ファーストの考え方なのだ。 CPU に優しすぎませんか？次はアブソリュートインデックス X を説明するのだ。命令の次にある2バイトに X レジスタを加算したものをアドレスとして使う。アブソリュートの親戚のようなものなのだ。使用用途としては配列へのアクセスだろう。この例で言えば、メモリ上のアドレス 0x1234 を配列の先頭として X レジスタで指定の場所を参照するとかだ。ただし X レジスタのサイズは1バイトなので256バイト内の配列しかアクセスできない。またラムへのアクセスならこの後説明する0ページインデックスの方が有効であるなど考えて使うといいのだ。アブソリュートインデックス Y はアブソリュートインデックス X が Y レジスタになっただけなのだ。次に0ページを説明する。0ページは0から0不間のメモリアクセスを高速に処理するものなのだ。アドレス2バイトの上位1バイトは0固定とし、命令の次にある1バイトをアドレスの下位1バイトとして組み合わせてアドレスとして使うのだ。アドレスの指定が単純なのでアブソリュートなど類似の命令よりも高速に処理をするのだ。ファミコンのラムは0から 1FF にあるのでラムのアクセスは0ページ系を使うといいのだ。地味に効果がありそうですわね。次に0ページインデックス X を説明する。アドレス2バイトの上位1バイトは0固定とし、命令の次にある1バイトに X レジスタを加算したものをアドレスの下位1バイトとして組み合わせてアドレスとして使うのだ。0ページの親戚のようなものなのだ。例の LDA 命令でアブソリュートインデックス X を使用すると処理時間に3クロックを消費するが、0ページインデックス X であれば2クロックで済むのだ。 1.5 倍差と考えると無視できませんわね。次に0ページインデックス Y は0ページインデックス X が Y レジスタになっただけなのだ。次にインダイレクトを説明する。命令の次にある2バイトをアドレスとしてそのアドレスのメモリに格納された2バイトの値を使う。本モードは JMP 命令でのみ使用するのだ。どのような時に使うものなのでしょう。例えば状況によりジャンク先を可変にしたいとき、ラムにジャンクさせたいアドレスを書き込んで参照させるとかが考えられるのだ。次にインデックスインダイレクトを説明する。命令の次にある1バイトに X レジスタを加算した値で0ページで参照した2バイトをアドレスとしたメモリの1バイトを示す。少し難しいですわね。言い換えるとポインタを並べた配列から指定の配列番号のポインタが示すメモリの値を参照するとなる。言い換えても難しいですわ。残念ながらマリオブラザーズでは使用していないのでしばらく放置になるかもしれないが、ドラクエ1ではタイトルですでに使用してるので便利な命令なのだろうとは思う。そのうち教えてください。次にインダイレクトインデックスを説明する。命令の次にある1バイトをアドレスとして0ページで参照した2バイトに Y レジスタを加算した値をアドレスとしたメモリの1バイトを対象とする。インデックスインダイレクトに名前が似ていますが、インデックスを加算する場所が違うのですわね。こちらはマリオブラザーズでも使用しているので、いずれ実際のプログラムを見ながら説明したいのだ。最後にリラティブを説明する。このモードは条件分岐命令でのみ使用するモードであり、命令の次にある1バイトを符号付きの値としてプログラムカウンタを加算したアドレスにジャンクする。ポイントは加算する値が符号付きである点で、マイナス値を加算すれば前のアドレスにマイナス128から128の範囲で戻ることもできるのだ。do ホワイルループのように使えそうですわね。6502のアドレッシングモードは少し癖が強いのだ。でも一つ一つを見ると
理由がちゃんとあるのよね。命令を増やさずに参照方法で表現力を広げている。特に0ページは6502らしさの塊なのだ。なるほど、6502は参照方法で語る CPU なのね。まさにその通りなのだ。次に割り込みとベクタ領域を説明するのだ。割り込み処理とは、プログラムの実行中に特定のイベントが発生すると CPU は自動で実行中のプログラムを一旦停止し、イベント用の関数を実行してくれる。そしてその関数の処理が終わったら、何事もなかったかのように一旦停止したプログラムの実行を再開してくれるのだ。特定のイベントとはどのようなものなのかしら。割り込みには NMI と IRQ、リセット、ブレイクの4種類がある。割り込みが発生するタイミングは以下のようなものがある。 NMI と IRQ の割り込みを発生させる仕様についてはそれぞれの機能の中で説明するのだ。なお NMI は発生した割り込みをプログラムが受け取りを拒否できないが IRQ は拒否できるとか、 NMI は発生元で割り込みの発生を止めることができる。それぞれに特徴があるのですわね。割り込みを受け取ると CPU は自動でこの処理を行う。1で割り込み関数の実行完了時に戻るプログラムのアドレスをスタックに保存し覚えておいてくれる。2の B フラグはブレイクでの割り込みかどうかを判断するために使用する。ブレイク命令はプログラマが意図的に実行するので他の割り込みと識別できるようにしているのだ。3は割り込み関数内で P レジスタを使用すると元のプログラムに戻った時にフラグが壊れて困るため保存し覚えておいてくれる。4は割り込み処理中に次の割り込みが入ってこないように I フラグをトルーにして割り込みを抑止してくれるのだ。5のベクターテーブルとは割り込み関数のアドレスを書かれたメモリ上のテーブルであり、次のように特定の場所に保存されている。ベクタテーブルの値を PC レジスタにセットすることで強制的にプログラムの実行するアドレスを変更するのだ。電源投入時にもベクターテーブルを参照する。マリオブラザーズでは FFF デイに C0、FFFC に0が格納されている。アドレスなのでリトルエンディアンで格納されているのですわね。割り込み関数の処理を完了するときは RTI 命令を実行する。RTI 命令は割り込み開始時に保存した P レジスタと PC レジスタを戻すことで割り込み前のプログラムに復帰させる。なお割り込み時に P レジスタを B フラグと I フラグの変更前に保存しているので保存した P レジスタを元に戻すと自然に B フラグと I フラグも割り込み前に戻るのだ。割り込み処理はとても繊細なので正しいタイミングに処理をしないとゲームが正しく再現されないので注意なのだが、この仕様は不明確なので大変なのだ。苦労してましたものね。スクウェア社のハイウェイスターというレースゲームでは当初ちゃんと動いていたのに現在は微妙に地面のラスタースクロールが微妙に変になり3日間前断念したのだ。残念ですわね。今回はここまでとするのだ。次回は命令セットの説明をしていく。了解です。それでは今日はここまで。ではバイバイ。